想像してみてください。あなたは世界で最も成功したポップスターです。ええ。莫大な富と名声を持ち、世界中の最先端テクノロジーを誰よりも早くいくらでも手に入れることができる。それなのに、あなたのサウンドの心臓部として鎮座している秘密兵器がシンバルの音すら収録されていない$5000の不完全で不器用な箱だったとしたら。一見すると非常に理にかなっていない選択に思えます。しかし、その不完全な箱こそが、後の音楽史を塗り替えるミネアポリスサウンドの絶対的な核となりました。そうですね。今日この音声をお届けしている2026年4月21日という日は、孤高の天才プリンスが57歳の若さでこの世を去ってからちょうど10年という重い節目にあたります。今回の電子音楽機材の探求では、単に彼の偉大なバイオグラフィーをなぞるようなことはしません。彼が1981年から2010年までの約30年間にもわたって異常なまでに執着し続けた1台の機械、ロジャー・リン開発の LM1 ドラムコンピューターとの奇跡のような共犯関係を解き明かすことです。この機械が抱えていた物理的な制約と、それに挑んで命を吹き込んだ人間の熱量について深く掘り下げるというミッションでお届けします。今回は制作者のプリンスに対する愛情があまりに強すぎるために特別編となっています。ええ、ですので私たちがこの知的な探求を続けるためにも、ぜひ今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。では早速ですが、LM1 の誕生と当時のデジタルパーカッションの革命について紐解いていきましょう。さて、この LM1 ですが、その登場は音楽制作の歴史においてまさに特異点と呼べるものでした。本当にそうですね。この機材以前のリズムマシンがどのようなものであったか、皆様はご存知でしょうか？当時はアナログ回路による合成音だったんですよね。はい、おっしゃる通りです。つまり、電子のパルスを組み合わせて、打楽器の振りをするような設計でした。なるほど。その結果として出てくる音は、まるでコオロギの鳴き声のような、非常にチープな電子音だったんですよ。ええ、そこに革命をもたらしたのが開発者のロジャー・リンというわけですね。彼は世界で初めて本物のドラムの音をデジタル録音、つまりサンプリングしてコンピュータチップにそのまま収めるという画期的な手法を採用しました。当時としては信じられないほどのアイデアですね。そのサンプリングには本物のセッションドラマーであるアートウッドが起用されたとか。はい、そうなんです。そしてさらに興味深いのは、ハンドクラップのパシャという乾いた特徴的な音ですね。ええ、あれはなんとトム・ペティが叩いたものだという有名な逸話も残されています。トム・ペティの拍手がそのまま楽器の部品になるなんて、まさに黎明期の熱気を感じますよね。しかもこの LM1、ただ本物の音が出るだけのサンプラーではなかったわけですよね。そこが重要なんです。皆さんも打ち込みの音楽を聴いていて人間味がなくて退屈だと感じたことがあるかもしれませんが、この機材は違いました。と言いますと。ドラマー特有の揺らぎを再現するシャッフル機能やタイミング補正機能まで備えていたんです。さらに工学的な視点から見ると、内部構造も非常に野心的だったそうですね。はい。収録された12種類のざらついた8ビットの音色は、それぞれが独立してピッチの変更が可能でした。それぞれバラバラに調整できたんですね。しかも、個別の出力端子から外部エフェクターへとバラバラに出力できる設計になっていたんです。ただそこまで詰め込んだ代償として、コストの都合でシンバル音すら入っていないという、ある意味で不完全な機材でもあったんですよね。そうなんですよ。当時の価格で約$5000、世界でわずか525台しか製造されなかった文字通りの超高級品です。にもかかわらず、このドスッとくる生々しいパンチ力を持つ LM1 のポテンシャルは世界中のトップアーティストたちを魅了しました。ヒューマンリーグをはじめマイケル・ジャクソンやスティービー・ワンダーといった巨星たちがこぞって使用しましたね。デジタルとアナログの境目にある8ビット特有の太い音が時代の最先端の表現と見事に合致したと言えるでしょう。はい。他のアーティストたちが LM1 のプリセット音をそのまま鳴らして満足していたのに対し、彼だけはこの機械をまるで別次元の生きた楽器として扱いましたからね。彼こそが音楽メディアから LM1 のジミ・ヘンドリックスと称された男。このジミ・ヘンドリックスという比喩は決して大げさではないんですよ。なるほど、単なる一時的な流行ではなかったと。彼と LM1 の蜜月関係は流行の機材として消費されたものではなく、
彼のキャリア全体を貫く極めて得意で長大なものだったからです。その異常性は使用歴を見れば一目瞭然ですよね。彼が初めて LM1 を使ったのは1981年の楽曲プライベートジョイでした。はい、そこからなんと2010年のアルバム2010に至るまで、断続的にではありますが、約30年近くもこの初期型を愛用し続けたんです。30年もですか。ええ、同作では前編を通して誇らしげに LM1 を鳴らしています。彼の LM1 愛を象徴する非常に興味深いエピソードがありますよね。皆さんは2004年のプリンスがどのような状況にあったかをご記憶でしょうか。はい。彼はアルバムミュージコロジーをリリースし、この年の年間収入で5650万ドルを記録しました。ローリングストーン氏が発表する世界で最も稼いだミュージシャンのトップに君臨したんですよね。ええ。そしてその数年後、2007年のスーパーボールハーフタイムショーでは、雨の中でパープルレインを熱唱し、絶賛されました。あのパフォーマンスは伝説的ですよね。はい。この時期に彼は再び絶対的な頂点に返り咲いたわけです。私が強調したいのは、最新機材も最高の生ドラマーも手に入るその頂点の時期に、彼があえて30年前の初期型 LM1 を引っ張り出したという事実です。大人の余裕を感じさせるおしゃれな大人の使い方への変化がありました。ええ。80年代のように極限まで歪ませてガツガツ使うのとは違って、円熟味を増していましたね。ここで皆様と共に一つの疑問について深く考えてみたいのです。なぜ彼は安価でシンバル音を足された後継機のリンドラムに見向きもせず、この初期型に執着したのでしょうか。その理由は、当時の関係者の証言に基づく4つの確固たる理由から見えてきます。ではまず第一の理由から教えていただけますか。はい。第一の理由は、全音色の個別極端チューニングです。チューニングですか。 A、ピッチ調整用の小さなつまみ、トリムポットですね。これがフロントパネルではなく、機材の背面に隠れるように配置されていたんです。プリンスはわざわざ裏に手を伸ばして物理的な限界までじりじりと回していたそうですね。A、ロジャーリン自身が証言しています。ウェンダブズくらいの冒頭の重いドアをノックするようなコンコンというあの音ですね。あの特徴的な音ですか。はい。あれは別の打楽器ではなくて、LM1 のスネアのリムショットを極端に低くチューニングしたものなんです。実際の生ドラムでは絶対に出せない音響を生み出したわけですね。そうなんですよ。そして第2の理由は、個別出力を使ったギターエフェクターへの直結です。エンジニアのスーザン・ロジャースが証言しているエピソードですね。A、ドラム音をボス製エフェクターに直結するというギタリスト的な発想です。オレンジ色のディストーションでじりじりと過激に歪ませ、紫色のフランジャーでギュイーンとうねらせていました。リズムを刻むドラムを音響操作のキャンバスとして扱っていたんですね。具体的にはウェンダブズ・クライのタムやサイン・オブ・ザ・タイムズ収録の If I Was Your Girlfriend のスネアに紫色のフランジャーが使われていますよね。はい。そしてこの機材の使い方に関して、ザ・バラット・オブ・ドロシー・パーカーという楽曲での信じられない機材トラブルの逸話があるんです。ドラムサウンドがディストーションで歪ませられた、この曲全体を覆う高音域が抜け落ちたモコモコとした水の中にいるようなサウンドの真相ですね。ええ、そうです。あれはフランク・ディメディオ設計の新しいカスタムコンソールを導入した直後のことでした。業者のテスト終了を待ちきれず、プリンスが業者を追い出して録音を開始してしまったんですよね。はい。スーザン・ロジャースが顔面蒼白になるほど高音域が消失していました。しかし彼女は、プリンスに激怒されると怯え、彼が次々録音するため口を挟めなかったんです。それでどうなったんですか。なんと、24時間ぶっ通しで録音とミックスを完了させたんですよ。24時間ぶっ通しですごい状況ですね。それでスーザンが就寝後に電圧計で調べるとどうなっていたんでしょうか。電源供給のレールが片方落ちていて、本来のプラスマイナス 15V ではなく、半分の 15V しか供給されていなかったんです。つまりコンソールのヘッドルームと周波数特性が物理的に半分になっていたという事実ですね。ええ、まさにその通りです。普通なら録音を止めるはずですが、なぜプリンスはこの明らかな音質劣化を無視したのでしょうか。直感的な天才性ですよね。ズボンを履いたまま泡風呂に入るというこの曲の夢の中のテーマと電圧低下が生んだ水中めいたサウンドが完璧に一致したからだと思っています。電圧低下によるモコモコしたトラックの裏で LM1 自体はディストーション、つまりボス DS1 でじりじり歪ませられているという奇跡のレイヤーですよね。ええ。そして第3の理由は、
熱によるアナログ的な揺らぎです。スーザン・ロジャースの証言ですね。LM1 のタイミングを制御するクリスタル時計は熱に敏感だったとか。はい。マシンが温まるとテンポがふわっとドリフト。つまり揺らいだんです。プリンスも、このマシンのタイミングは他に類もない。自分の体内リズムを重ねた時、これ以上のものはない。と語っています。1999の強烈なダンスビートが無機質でないのは、この熱による生々しい揺らぎがあるからなんですね。ええ。そして第4の理由が極限のプログラミングです。ザ・ルーツのクエストラブが絶賛した7779311の真相ですね。ええ。前提としてバンドザ・タイムの初期アルバム3枚は実質プリンスのソロプロジェクトでした。ボーカルはモリス・デイでしたが。クエストラブ曰く、プリンスは自分自身と競争していたんですよね。はい。チキチキチキと刻まれる複雑怪奇なハイハットには、タワー・オブ・パワーのデビッド・ガリバルディがプログラムしたプリセットだという都市伝説がありました。でも本人はそれを否定しています。アートルット本人がガリバルディの生演奏に感銘を受け、機械の限界を試すために自ら執念の手打ちで完コピした4小節のデモ版が存在したんです。それを聞いたプリンスが耳で聞き取り、自身の LM1 で一打一打完璧にコピーして再構築しリリースしたわけですね。そうなんですよ。人間が機械の限界に挑んだ演奏をプリンスが再び自身の耳と機械を通して吸収してしまったんです。人間と機械の恐ろしいほどの相互作用を感じます。スタジオでは機械すら支配する全能の神だったプリンスですが、その極限のプログラミングを人間のバンドメンバーが生で再現しなければならないライブステージでは何が起きていたのでしょうか。ええ。独裁者プリンスと過酷なリハーサルですね。キーボードのドクター・フィンク、ドラマーのボビー・ジーが証言しています。少しでも意に沿わないと1秒で彼が怒っているのが分かったそうです。ボビー・ズイが語る本番中の悪夢ですね。突然抜き打ちの指示を出して引っ掛けようとしてくる極限のプレッシャーがあったと。はい。そのプレッシャーの中、ボビーは恐怖のシステムを組まされました。どのようなシステムだったんですか？シモンズの電子ドラムパッドや生ドラムのスネアの中にピエゾピックアップ、つまり振動センサーを仕込んだんです。なるほど。それでダッと叩いた信号で LM1 を鳴らすシステムを作らされたんですよ。しかしそれだとボビーの階層にもあるように、1回叩いたのにダダッと2回音が鳴ってしまうダブルトリガーの恐怖に怯えることになりますよね。ええ。まるで初期の月面ロケットに乗っているようだったと語っています。冷や汗をかきながらの命がけのライブだったことが伺えますね。さて最後にペイズリーパークの地下金庫についてお話ししたいと思います。ええ。プリンスの死後、銀行のドリルでガガガガッとこじ開けられたあの巨大な金庫の存在です。そこには一生かかっても聞ききれない膨大な未発表曲が眠っています。その中にはまだ見ぬ LM1 のざらついたビートが脈打つ極上の名曲がたっぷりと眠っているはずです。それを想像するだけで静かな興奮を覚えますね。皆さんに最後にお伝えしたい問いかけがあります。もし今日彼の音楽を聴く機会があれば、その後ろで鳴っている機械のビートに耳を傾けてみてください。ええ。極限までピッチを下げられ、ギターペダルで歪められ、熱で静かに揺らぐその音ですね。完璧なデジタルが求められる現代において、彼が愛したこの愛しいほど不完全でエラーに満ちた機械音こそがグルーブを生み出していたという逆説について、リスナーの皆様にも思考を巡らせていただければと思います。はい。本当にそうですね。そこにはプリンスが LM1 に吹き込んだ不滅の鼓動は確かに鳴り響いているはずです。安らかに、プリンス。